皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで、読み上げ音声をですね、香川愛生女流四段に今回は設定してあります。あなたが後手です。はい、私が後手番ですね。相手はまた3段の方です。はい、早い石だということなんで、ちょっと受けて立ってみますが、3四歩とつくと、これで8四歩ですとね、違うな、7五歩、期待はね、7五歩とつくて早い石だったんですけど、6八飛車だったんで、これはね、また角交換型振り飛車と思いきや、またこうついて、ちょっとすいません。ね、今、こう、6六とつかなければね、角交換型振り飛車なんですが、これはまた角交換型振り飛車からノーマル振り飛車にね、形が戻りました。で、相手方王様をどんどん移動させたんで、藤井システムのような将棋ではないですね。はい。むしろ持久戦模様。で、今6五ついてきたので、角交換のね、形になりそうです。こうやってね、将棋は相手の方のね、指し方次第で、展開がね、大きく変わっていくので、今回は、どっちなんですね。今のところ、相手方の角を越えずに桂馬を飛んで、さあ、これ難しいですね。歩をついてみますか。はい。これはね、私の方は、桂馬飛んできましたね。これは非常に激しい感じになりましたね。おっと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 、なるほど。これはそうかなるほどですね。角を引いてどうやって受けるのがいいかな。いや、ちょっとね、ふわふわとさせてしまいましたが、桂馬を飛んで、角上がってくるついで、で、玉寄って取り込んで、角が出て、銀上がってくる。いや、これはね、難しいですね。いや、これ一番ね、激しい手で、玉がここね、ラインに入ってるんで、強襲してきたってことですね。どうやるのがいいかな。一見無理筋ですけどね。一目は無理筋だけど、どう受けるのっていうことですね。はい、これをね。なるほどね。いやー、これはね、角行く場所いっぱいありますね。どこもありそうですね。9号だけはないですかね。すいません、1号ですね。1号だけはない。4二か5一か何でも歩をついてくるんでね、その先も読めるんですがどうすんのがいいかな。難しい、ちょっと難しくなりますね。角を1個引いて4五歩に5五歩とついて同角に金を上がる。それもありそうですね。そうやって受けてみますかね。上に上がるのもね、あるんですよね。これ難しい。こうついてくるんですよ。で、玉寄って取って歩つく手もあるな。いや、これ悩ましいですね。玉寄ついて取って玉寄ってなって同金で角なって銀上がって桂と、そっちの方が無難ですかね。ついて取り込んで玉寄る歩なって同金で角香取られるんですが、銀を上がって桂を取る。それが穏やかならこう突っ張るなら5五歩ですね。5五歩とつけばもう全部取ってやるっていうね。もう全部取っちゃうぞっていうね、強気な手なんで、さすがにやりすぎですかね。玉寄っついて玉取って玉寄って、玉を寄って、さあこの時に銀上がる手もありますね。ここで銀上がって歩をついて桂取っちゃうっていうね、それの方がいいかな。いや、これね、とっても難しい。迷いますね。すいません、ちょっとね、ちょっと考えます、これは。歩をついてね、歩をなって同金で香取られるんですけど、それで銀上がって馬を引かして桂をとちょっと長いんですけどね、これは解説の方でよく見てください。できればねっていう手が普通です、対応として。ただ銀上がってね、もう全部取っちゃうよっていうのも結構やってみたい手なんですよね。ちょっと無理かな。ついちゃうのがすっきりしてますね。銀上がるともうもう全部こう駒を取ってね、やっちゃうぞ。ただ全部取り切れるかですね。味が絡んでないんでね、そういう手も考えられるんですよね。銀上がるかな。歩ついてみますか。穏やかにいきましょう。桂香交換でよしで銀上がればね、めちゃめちゃ強気なんですけど、ちょっとリスクかなということで、もう第1個のもう1個の人ですね、交換を取られるんですが、これでね、馬をこう閉じ込めましてね、一瞬共存ですね。しかもこう王様のめちゃめちゃ近くの香取られるんでね、痛そうですけど、この桂取れればね、相手もよく見ると攻めのね、守りの桂で飛んできてるんでね、お互い様ですよっていうことです。妥協したといえば妥協した手ですね。はい。ただこう6七歩成とね、すいません、4七歩成とね、なってもらう方がね、
まあ私の方としてはね、まあ受けやすいんですよね。この歩っていうのはかなりこう王様とね、王様に近い拠点の歩だったんで、まあそれを成ってもらった方がこう金がこう手順にこう同金ってなって安定するんですよね。まあこの方が読みやすいってことですね。さっきまあ2二銀と上がってね、めちゃめちゃ強気には2二銀で寄ってたんですけど、2二銀上がるともう歩をなってこないんでね、相手の方先手はね、歩をなってこないとこの気持ち悪い歩をずっと抱えたまま、まあ場合によっては戦わないといけないっていうのが、まあいわゆるリスクといった点ですね。はい。まあこの方が自然でしょうね。やっぱりね、銀2二銀上がれば、まあ駒がねこうまくいけば全部取れる、うまくすれば全部っていうか桂馬をねただで取れるんですけど、まあこれは景況交換ですけれども、まあ陣形がね、まあ非常にこう厚い形ですよね。まあ馬がこう侵入されてますけど、まあ逆に言うと馬以外にはこうまだ駒が働いてないんでね。あと私の方がねこう4六桂、そうそう、今日すかさず今日打たれましたけどね、4六桂と打ちたいかったんですよね。でそれを今香車で防いだんですが、まあここに香車打ってくれればね、まあそれはそれでまあいいでしょうと、いう感じですね。まあこの香車はもうもちろん、まああまり遊ぶってことはないですけれども、まあどっかにね打たれちゃうかもっていうね、まあ不安を抱えながら指すよりは、まあ打ってもらった方がね、まあ楽と。あとはまあこの馬と角でね働きの差が現状ありますんで、まあこの馬を理想はなんかこう召し取れれば一番いいですね。この馬をなんか例えば3三角と上がって、2三銀と上がれば馬が召し取れるんですけど、多分まあそれは許してもらえないと思うんですけどね。ただそれを召し取れればまあいいですね。逆に今良くないのはこの馬にまあ大暴れされちゃったりとかが良くない。今桂ですか。これはね馬取りに行きたいですよね。やっぱりね角を上がって銀上がって馬入って3三角と上がると角交換にはなるんですけど、やっぱり角交換じゃちょっと不安と見てちょっと欲張りましょう。これはね強気ですね。今言ったように2三銀と上がって1一馬に3三角と上がれば同馬同桂で角交換になるのにもうね、取っちゃおう、そうこれ許さんってことですね。要するにね角取っちゃおうってそんなことをさせるかっていうね手ですね。これはね、まあこれはでも銀上がれないかなっていうのが私の読み筋です。同歩ですとね馬が生還するんですが、2三銀と上がって強くね取れないかな。ただ取る瞬間非常に危ないです。やっぱり馬って強力な駒なんでね。2三銀3四歩同金、まあそれで手がなければっていう感じですね。ちょっとやってみますか。怖いですよこれは。なんかあるとね一発で逆にする大悪手ね。これね馬に強力な馬にね働きかけるんで大悪手になりますが、ここで例えばね何か金物持ってると4三銀とか打ってこう銀取られてね大暴れされちゃうんですけど、現状は歩だけなんでね、これで馬がまあ捕獲できた感じなんで、まあこれはねそうですね少しやっぱ優勢でしょうね。こうなればね。そうですね、こう暴れてくるんですけど、この王様がねなんて言ってもねこれ王様が危ないですね。相手の方もこれ金出てってね、これ今金かわす必要もないんですけど、これむしろ金受けの手、これね銀の攻めをかわした受けの手というよりはもうむしろこの王様にこの金でねもう次例えば3七歩とかね打って攻めちゃうっていう感じですね。で歩ですが、これもね取っちゃう手もありますけど、まあ角上がってこれははっきりね優勢ですね。受け切った感じです。まあダメージはねもちろんダメージは受けてますけど、まあ致命的なまあ自陣にね致命的なダメージはないですし、逆にこれね先手の王様の方がこう次にピンチですね。これはね3六歩とか3七歩とか、まあ、2六歩とかね、これははっきりこの銀がねこの飛車を押さえてますしね、6四歩同飛車、まあそして今すかさず来ましたけど同歩で取っといて、この銀がうまく香車と飛車を、そうですねこれです。これはねさすがにねもう遠いんでね、王様からもう遠いところなのでこれはもう攻めたいですね。どう攻めるのがいいかな。歩をあえて垂らすっていう手もあるんですよね。叩いていくのが一番第一感。叩いてまあ多分王様に逃げることになるんですよね、叩きにはね。それで何かうまい、まあ垂らすか叩くかどっちが厳しいかなっていう感じですね。どっちもありますね。あるいは2六歩とついてきても非常にきついですねこれはね。どっちもある。どちらも魅力的ですね。叩く、玉引く、垂らすのもやってみたい。垂らしてついていくのもね非常に重厚な攻めで、叩くのとどっちがいいやす迷いますねこれはね。叩くのもある。叩いて玉入れによく同歩で角どっちもあるな。迷う。まあ桂馬打つ手はありますね。ひねってね同香同金って感じで進んでいく手もある。また5一桂とね
冷たく打ってこう銀取っちゃうって手もありますね。結構迷うとこです。こう打つのがいいかな。垂らして2六歩か2六同同金、歩を打つ、歩を打つ。どっちがいいか。いや難しいです。垂らしていくのが手厚いかな。垂らしていきますか。これは迷うとこでした。棋風も出そうですね。私はこうじっくり進めていきたいんで垂らしましたけど、叩いていく手もありましたね。叩きは2八玉か2九玉か、それも相当きつい利かしなんでね、叩きの方が早い攻めかもしれないんですけど、皆様にねこうやってじっくりねこう玉を押さえてね逃がさず寄せるっていう感じもねできる見てほしい。銀上がっていきましたね。これはさすが粘り強いですね、相手の方ね。さてこうやられるとね結構大変ですね。角を上がってもうバサバサいっちゃうのがあるかな。角上がって歩ついて歩をなって同銀同角成同玉歩を打つと呪文みたいですよね。大体あらかた寄りですね。それはねあらかた寄りだけど、あらかた寄りとか言いながらね言わないとひどいですからね。角を渡す攻めなんでねナイス。あとは4六桂と打って同香同金、そっちの方が普通ですかね。そっちかな。4六桂で玉を上がると角打てますね。4六桂同香同金も非常にきついな。そっちの方がいいかな。桂持ってきますか。これ角出てきてもねあるんですけど、もうここはね正直言って局面がかなり優勢なので、こういうとこはね一応やっぱり自玉は気をつけないといけないですね。何かねやっぱり例えばこれ同香同金の後にね金馬と3三歩成ってテクニックがあるんで、だからどっかでねこう私の方が4二銀とか4二金とか引いてこの銀と金を変えちゃうのがね手堅いですね。後でその手ちょっとやってみたいですね。こうやってこういう手の時に銀引いちゃうのが手堅いかな。これね香車打ったりする手もあるんですけど、こう引いちゃって今ねこれ歩をなってね、すいませんここ銀がここにいて金取られると3三歩成って手があるんですよ。だからこういう銀引きっていうのが非常にね、あとこの歩がすごいなんていうんですか遠くなるじゃないですか。お分かりいただけます。これこの歩がない方がいいんですよ。これね相手方ねもしこれ銀引きにね例えば同銀成同金みたいになった時にこの歩がなきゃ6四飛車と走れるんですけど、この歩がいるせいでね重くできるんですよね。で同銀成同金となれば手駒に銀が増えて、かつ自分の王様が安全になり、ここに銀を打ち込めるとね、香車打ち込んでも相手の方王様逃げちゃうんで、そうですねこうなれば、銀を打ち込めれば清算ができると。で今5四にね銀なる手もあったんですけど、5四銀成なら王様がね安全になるんでという感じです。これで銀を打ち込んで、これはね準備ができたので、今度は2四桂がね何事もないのがすごく分かりやすいのでね、ただ1六桂は一番嫌な手ですね。そうですね玉かわして角上がって銀取ってことですかね。取って同金で金入る、取るそれが一番分かりやすいかな。で角銀銀渡しますけどね、手がない。取って香車打つのとどっちがいいかですね。局面はね全然いいんですけれども、局面優勢なんですけどどう決めるかですね。おそらく角を逃げると2四銀と打ってね強引にクリンチをしてくるってことだと思うので、2八銀ならずで、2四桂に歩を成るって手もあるところです。金取りますか。さてこれで金と入っちゃいますかね。いろいろなところです。香車打つような手もあるし、これは局面ははっきり優勢というかね、勝戦に近い優勢ですけれども、自玉はね常に考えた方がいいですね。飛車を取ってでこの金をね王手なんとか取られる手だけを気をつけたらですね。これ変えて角銀と例えば1二銀の時に桂を取ると角を打つような手があるよってことですね。これ相手の方の玉はね5九飛車と打って3八玉に2九角と打てば詰みです。この時に4三のね銀がいないので非常にね読みやすいってことですね、私の方の陣形がね。局面ははっきり、先手すみません後手勝勢で居飛車側がね勝勢なんですが、まだね角という、長打力のある駒をね相手の方持ってるんでね、その角のだけ気をつけないといけないですね。繰り返しますとこの時に具体的に言うとこの銀の時に桂を取ると4六角と打ってね金を取られちゃうんで、上に上がる方がいいでしょう。桂を取らずにねちっちゃい方の歩を取って、これ2三角なら4三玉でね何事もないと。今ね桂馬を取って4六角と打たれて金を取られてもね
まあ局面は大優勢なんですけれども、やはりこの金ね失っちゃうと、まあ、寄せが遠くなりますんでね、これはね局面がはっきりしてますね。私の方はもう4三玉5三玉ね、こちら側にも逃げるルートがありますし、まあ持ち駒がね飛車角金香と思ってますから、まあ、次にね、まあ、4五香とか打って封切れをつく攻めもきついんですね。何か例えば、まあ、3八玉みたいな早逃げをねしたとしても、まあ、4五香とかね打ってた時に、あ、これはもう意地でも金を取ろうっててですね、なるほど、これは勝負手ですね。王様逃げちゃおうかな。まあ取る手もありますけどね、まあ逃げちゃいましょう。まあ取って角打ってもね全然いいんですけど、まあ逃げた方がもうまあ早い勝ちを目指してハッとする手ですけどね。同玉なら5七角と打ってやはり金を取ろうってね頑張ろうっていう意味なんですけれども、もう逃げてしまってね、こちら側が広いですからね、角1枚なんでちょっとね駒が足りないですね。繰り返しになりますけどね、まあ、先手の王様には5九飛車3八玉2九角までのね3手詰めの詰めろがかかってます。はい、今王手の連続でね私が王手を逃げてるところなんですけれども、まあね王手されてますけどね3手詰めがあるんでね結構ねそれが見えてればこうね我慢してね、まあ対応できると。まあ、本局のようにね、まあ、相手の方はまあ速攻を仕掛けてこられたんですけど、まあ、速攻を仕掛けられた時にね、まあ、相手のね駒がどれぐらいねなんていうんですかね、攻め駒が働いてるかっていうのがとっても大事な要素なんですね。はい、相手の攻め駒がさっきのね局面これぜひもう一回見ていただければいいんですけど、攻められた時に怖いんですけど角と桂しかなかったんですよ。相手の方の攻め駒がね攻められた瞬間ですね。もう一回見ていただけるといいと思うんですけど、で藤井システムはねもちろん角と桂を軸にした、まあ、今回も藤井システムに近い攻めなんですけど、角と桂を軸にしてるんですけれども、すみませんねトークしてずっとも取り込まれてさ詰みがありそうなんですが、どうだろう、飛車を打つと受けなしになるかな。はい、角とね桂が藤井システムでも軸になるんですが、端がね今回絡んでなかったんです。端攻めがね、まあ、この角って詰みですね、端攻めが絡んでなかったんで非常に受けやすかったということです。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方やってまいりました。まあ、戦型が、まあ、四間飛車に対してね私がこう穴熊に潜ろうか穴熊に行こうかっていう瞬間にね相手の方が攻めてきましてね、まあ、乱戦のようなね乱戦ですね、簡単に言うと乱戦のような乱戦ですね、激しい戦いになったんですけれども、まあ、うまくね相手の方の攻めを受け止めて私が勝ったという内容でした。これね非常に細かい変化もあったりするんでぜひぜひね解説編の方も合わせてね見ていただければと思います。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。